皆さん、こんにちは。じゅんです。今日は傘地蔵というお話をご紹介します。聞いたことがありますか？この話は私たちにどんなことを教えてくれるんでしょう？話を聞いた後に解説していますので、最後までご覧ください。それでは、まず話を聞いてみましょう。傘地蔵。昔々あるところに貧乏なおじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは毎日傘を作って町に売りに行きました。ある年の大晦日、おじいさんは傘を5つ持って町へ売りに行きました。でもその日、町では誰も傘を買ってくれませんでした。一つも売れなかったのです。夕方になり、雪が降り始めました。おじいさんは雪がもっと強くなる前に家に帰ろうと決めました。帰り道、おじいさんは雪の中に並んでいるお地蔵様たちを見つけました。6体のお地蔵様たちは真っ白な雪をかぶってとても寒そうでした。お地蔵様、こんなに雪をかぶって寒いでしょう。この傘をかぶってください。おじいさんは持っていた傘をお地蔵様たちにかぶせました。でもおじいさんは5つしか傘を持っていません。お地蔵様のための傘が1つ足りませんでした。そこでおじいさんは自分の頭にかぶっていた手ぬぐいを取って、残りのお地蔵様にその手ぬぐいをかぶせました。家に帰ったおじいさんはその出来事をおばあさんに話しました。おばあさんは、いいことをしましたね、と優しく言いました。夜中を過ぎた頃、外からドスン、ドスンという音が聞こえました。おじいさんとおばあさんが戸を開けて外を見ると、遠くに傘をかぶったお地蔵様たちが大きな荷物を持っているのが見えました。一番後ろのお地蔵様はおじいさんの手ぬぐいをかぶっていました。音はだんだんと大きくなっておじいさんの家の前まで来ると、お地蔵様は大きな荷物を置き、また雪の中へ帰っていきました。おじいさんとおばあさんはお地蔵様がいなくなると家の戸を開けてみました。荷物の中にはお正月の餅や魚、そして宝物がたくさん入っていました。おじいさんとおばあさんは幸せなお正月を迎えることができました。さて、このお話は私たちに何を教えてくれているんでしょう？一緒に考えてみましょう。おじいさんはきっとおばあさんと2人で暖かいお正月を過ごすために町で傘を売ってそのお金で餅や魚を買いたかったし、おばあさんもきっとそう願っていたでしょう。でも誰もおじいさんの傘を買ってはくれませんでした。おじいさんは帰り道、雪の中、寒そうなお地蔵様に持っていた傘をかぶせてあげるのです。
お地蔵様はもちろんお金を払ってくれません。おじいさんは家に帰っておばあさんにこのことを話します。おばあさんは自分たちがお正月に食べるお餅もないのに、おじいさんが石のお地蔵様に傘をあげてしまったことを残念がる気持ちはありません。おじいさんもおばあさんも見返りは求めていません。おじいさんとおばあさんは自分たちの明日の心配よりも目の前のお地蔵様を心配する心がありました。この笠地蔵というお話は誰も見ていなくてもいいことをする、見返りを求めない優しさ、未来の不安よりも目の前で困っている人を助けるという心を大切にしようということかなと私は感じました。いかがでしたか？日本でとても有名な話です。大切なことを教えてくれますよね。今日は笠地蔵というお話をご紹介しました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。